幸せだね。トゥイン、皆さんこんにちは。こんにちは。キラキラ星から来たトゥインクル星見とキラリだよ。暖かくなってきたね。そうだね。お花見に行きたいな。お花見行きたいね。桜もうすぐ咲くかな。よし、今日はお団子作りについてたくさん学びながら三色団子作ってみよう。わーい、お団子嬉しいな。三色団子といえばピンク、白、緑でとっても綺麗だけど、この色にはそれぞれ意味が込められているんだよ。どんな意味が込められていると思う？なんだろう？ピンク、白、緑。ピンクは桜の咲く春、白は雪の降る冬、緑は葉の生い茂る夏を表しているんだよ。そうなの？季節なんだよ。素敵だよね。あれれ、秋がないよ。そうだね。秋だけがないね。それはね、秋がない、秋ない、食べ飽きない。団子を食べ飽きないようにという意味が込められているんだよ。食べても食べても飽きないお団子、僕も作りたいな。そうだね。素敵な三色団子を作ってみよう。トゥインクッキングショータイム。お団子作る粉買ってきてくれたんだね。お団子作る粉たくさんあったよ。そうだよね。いっぱい粉あったよね。お団子を作る粉は主に白玉粉、上新粉、団子粉などがあるよ。キラリが買ってきてくれた白玉粉。白玉粉は何からできていると思う？なんだろう。白玉粉はね、もち米からできているよ。もち米？そう、もちもちのもち米。あと上新粉はうるち米からできていて、団子粉はもち米とうるち米をブレンドして作られているよ。もち米とうるち米？うるち米はみんながいつも食べているお米のことだよ。粉によってお団子の作り方も違うんだよ。白玉粉はお水を入れてこねるけど、上新粉はお湯を入れてこねるんだよ。お湯？そう、お湯を入れて作るの。お水を入れると硬くてボソボソしちゃうから、もちもちにするためにお湯を入れて作るんだよ。そうなんだ。それに対して白玉粉はうるち米よりもっちりしているもち米から作ったものだから、お湯を入れて作るとベタベタしちゃったり部分的に固化しちゃうんだ。だから水で作るんだね。そう、粉の種類たくさんあって面白いな。キラキラ魔法学校の自由研究でまとめてみても楽しそうだな。じゃあ今日はキラリが白玉粉買ってきてくれたから、白玉粉でお団子作っちゃおうか。キラキラリン。ティーン、材料を紹介するよ。まずは白玉粉。白玉粉は 150g ぐらい使うよ。あとはお砂糖。お砂糖は大さじ5杯ぐらい使うよ。お水。白玉粉とお砂糖とお水でお団子ができちゃうよ。あと今日は三色団子なのでピンクの色にするために、じゃじゃーん、いちごさんを用意したよ。緑のお団子はじゃん、抹茶パウダーを用意したよ。抹茶パウダーは小さじ1杯ぐらい使うよ。じゃーん、全部あるかな？よーし、まずは白色と緑色のお団子から作っていくよ。まずボウルに白玉粉 100g 用意するよ。ここにお砂糖を大さじ3杯加えるよ。お砂糖さん。ちょっぴり甘いお団子の方が美味しいよね。1杯目、2杯目、3杯目、3杯入ったよ。よい、そしたらお水を5杯から6杯加えるよ。自分でこねながら生地の硬さを調節しながら入れるよ。調節だね。じゃあまず5杯入れてみよう。少しずつ少しずつ。はい、ラスト5杯目。はい、5杯入ったよ。そしたら
みんなお待ちかねのこねこねタイム。こね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 。うわー、ひんやり冷たい。ボロボロしてたのがもう固まってきたよ。こねこね。耳たぶぐらいの硬さになるまでこねていくよ。こねこねするよ。どうキラリ、どんな感じ？少し硬いかな。よし、じゃあもう少しお水入れようか。調節。硬さ決めるよ。まとまるかな？まとまらないなっていうお友達はお水を足して、ちょっと柔らかすぎたり水っぽいなっていうお友達は片栗粉を足してみてね。片栗粉。お、まとまってきたよ。ボロボロしてたけど固まってきたよ。すごいすごい。こねるんこ。こねりんこ。うふふ。一つにまとまってきたね。いい感じ。きれい。どう？お、ふかふかキラリの耳たぶ。僕の耳たぶふわふわ。いい感じの硬さになったよ。そしたらこの半分を緑色のお団子にするよ。キラキラリン。耳たぶぐらいの硬さになったよ。そしたらこの半分は緑色のお団子にするよ。じゃあだいたい半分に分けてみよう。半分どれくらいかこの半分に抹茶パウダー、はい、な。抹茶パウダー。じゃあこねこねしていくよ。こね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 。わ、緑色になってきたよ。お茶のいい香りがするよ。ねえ、いい香りがするね。楽しいな。はい、緑色になったよ。わさびみたい。すりおろしのわさびみたいだよ。辛い匂いしないよ。キラキラリン。よし、最後はピンク色のお団子作っていくよ。いちごちゃん。いちごさん嬉しいな。いちごちゃんを使ってピンク色の色をつけていくよ。ピンクになるのかな。白玉粉を 50g 用意するよ。ここにお砂糖を大さじ1杯と半分加えるよ。はい、上手。よし、じゃあここにいちごちゃん入れるよ。いちごちゃんは白玉粉 50g とだいたい同じぐらいの重さ用意するよ。いちごね、さっき測ったら1つ 10g ぐらいだったの。10が5つで 50g 50だね。1個 10g だから5個分だね。お水入れないよ。いちごちゃんの水分でこねるよ。いちごの色かわいい。いちごちゃんを潰していくよ。うわ、いちごさん潰れちゃった。なんかあんまりしないよね、いちごこうやって手で潰すの。うわね、いちごのつぶつぶも入ったお団子だね。ー、いちごのいい香り。よいしょ。お、すごいピンク綺麗。あー、いちごのいい香りがする。ストロベリー。イエーイ。白玉粉の粉がなくなるまでしっかり。キラリもこねてみる？わわー、ちょっとひんやりしてるよ。ちょっと柔らかいかな。じゃあ少しだけ片栗粉入れてみよう。みんなも生地の硬さ調節してみてね。お、いい感じじゃない？ほほほ。わ、いちごちゃんの大きいお団子できました。つぶつぶも入ってるよ。いい香りがする。よし、じゃああとは小さく丸めていこうか。キラキラリン。よし、じゃあくるくる小さく丸めていくよ。何個できるかな。こういう時はね、同じ大きさになるようにこれを3等分ずつにしてみようかな。ポンポン。そう、こうやってやったらだいたい同じ大きさのお団子ができるよ。どんな形にしちゃおうかな。なんか面白い形になった。
形を整えて、これぐらいがいいかな。じゃん、1個出来上がり。くるくる、わいわい、くるくる丸めるよ。くるくる。ハートのお団子も作ってみようかな。じゃあハートにしてみる？ハート。あ、難しいハート。うわ、なんかやばい。なんか股関節みたいになっちゃった。やばい。股関節じゃいかん。こねこね。何回でもやり直せるからいいね。本当に粘土みたいだね。あー、どう？ハートみたい？ハートのお団じゃあ次の色いってみよう。緑、色が素敵だよ。ポン。どんな形になるかな。じゃん、緑のハート。緑もできたよ。よーし、最後はいちご白玉。見てるだけでラブリーな気持ちになれちゃうね。コロ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 、コロコロ、ハート、イエイ、じょじょー。かわいい。じゃああとはたっぷりのお湯で茹でていくよ。茹でるんだね。キラキラリン。よーし、たっぷりのお湯で茹でていくよ。ぐつぐつブクブクボコボコグラグラ。沸騰の合図だね。うん、大きい泡がグツグツブクブクボコボコグラグラしていたら沸騰している合図だよ。熱い湯気がたくさん出てるからやけどしないように気をつけてね。あちちだから気をつける。わあ、沈んじゃったよ。お団子さん、下に沈んだね。じゃあ緑のお団子さんもピンクのお団子さんも、お団子さん下に沈んだよ。よし、こうやってかき混ぜながら茹でていくよ。1分くらい待つよ。ひらり、見て見て、お団子が浮き上がってきたよ。お団子さんができたよっていう合図なんだよ。上に上がってきて、もう1分ぐらいしたら取り出すよ。おいしそう。うわ、キラキラ。氷を入れた冷たいお水で冷やすよ。氷水に入れたお団子さんは最初は浮いてるけど、ヒューって下に下がってったね。面白い。うわー、ハートのお団子、かわいい。ハートちゃん、白いハート、緑のハート、プルンプルン。うわー、お団子茹で上がりました。串にお団子を刺していくよ。三色団子ってどんな色の順番だったか覚えてるかな？色の順番？なんだっけ？この色の順番にも意味が込められているんだよ。ヒントは桜の花。桜の花？そう、桜の花。ふむふむ。みんなもわかるかな？ピンクは桜のつぼみを表していて、桜のつぼみ？白は満開になった時の桜の様子。満開の緑はお花が散った後の葉桜の様子を表しているよ。桜？葉桜の様子？素敵だね。桜が咲く順番を思い返したら順番がわかるね。よし、串に刺すよ。葉桜の緑からいくよ。よいしょ、葉桜の緑。お、次は手に刺さないように気をつけないと。白色。最後は桜のつぼみ、ピンク。わー、かわいい。見て見て、かわいくできたよ。わーい、できたできた。食べたいね。見て見て、キラリと作ったハートのお団子。ディンディンディン、かわいい。とっても美味しそう。お団子屋さんだね。ね、わーい、三色団子できました。今日は僕たちお団子屋さん。パチパチパチ。早速食べてみようか。せーの、いただきます。じゃあもういっちゃうよ。
ハートのかわいいお団子。もちもちで美味しい。いちごのつぶつぶがとってもいい感じ。ほんのり甘酸っぱくてとっても美味しいよ。桜を見ながら、いいね。もちもち、つるんとしてる。つるんって。ひらりも食べてみて。わあ、もちもち、おいしい。ほんのり甘いね。そうだね、甘いのが好きなお友達はもっとお砂糖入れてもいいかもしれないね。あんことかつけて食べたいな。これにあんこつけて食べたり、フルーツポンチにしても美味しそうだね。フルーツポンチ。今度はもっといろいろな形作りたいな。三色団子に込められた意味、素敵だったね。和の心。お花見に行く時とか、ひな祭りの時とか、みんなにも作ってほしいな。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーで、また笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日ご紹介した三色団子、ぜひ作ってみてね。他にもみんなの作りたいお料理、トゥインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバイ。キラキラリン。トゥイン抹茶白玉。抹茶。幸せだね。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。